ロゴの配置も本当に最高かなと思っています。針とインデックスの立体感、そしてその角の出し方というのが非常に最高で、このバランスの良さというのが非常に魅力的な時計だなと思います。時計通信編集長の須川です。今回はこのカラトラバがなぜ人気なのかっていう点について、私個人的に分析をしましたので、この点についてお話をしたいと思います。先に結論だけお話しすると、パテックフィリップのカラトラバが人気である、理由というのは、時計業界でドレスウォッチのナンバーワンのポジションにあるからだと考えています。そしてこのナンバーワンのポジションにあるという理由が3つあると考えていますので、この3つの理由については後ほど詳しくお話ししたいと思います。このチャンネルでは時計やファッションについてお話ししております。ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてご質問のある方はぜひコメントもよろしくお願いいたします。それでは始めたいと思います。まず最初にですね、カラートラバシリーズについて少しお話ししておきます。カラートラバというと、パテックフィリップの中では比較的シンプルな、2進3進の丸型シリーズということになっています。昔はカラートラバという、名称ではなくて、単純に古品の時計があるだけという状況だったんですけども、1980年代ぐらいにこういった丸型のシンプルな3進シリーズ、2進シリーズをカラートラバという風にまとめて呼ぶようになって、で、その後は、それ以前の時計も丸型でシンプルなタイプであれば、カラートラバという風に呼ぶようになったという経緯がありますので、この複雑機能がついていないシンプルな丸型を見れば、カラートラバだと思っていただいて結構かなと思います。ちなみに、カラートラバの中でも、訓録と呼ばれる、レファレンス96というモデルがありまして、レファレンス96っていう訓録、最初の訓録以外にも、3796、あとは、5096、5196、5296ですとか、この最後に96がつくモデルが総称して訓録と呼ばれています。このモデルは、1932年に登場したんですけれども、このシリーズがこのカラートラバの、主役クラスのモデルになってきて、腕時計のデザインのスタンダードを作った歴史的な金字塔モデルという風に認識されていまして、現代までもこの訓録シリーズが定期的にリリースされて、訓録はこの長い間、型式を少しずつ変えながら作られてきたということがありますので、非常に有名なモデルということで知られています。ということで、ここからが本題です。今回のテーマは、パテックフィリップのカラートラバが人気である理由をお話しするということなんですけども、その理由の結論として私が考えているのが、高級ドレスウォッチという点では、ナンバーワンのポジションにある時計だと考えているからです。例えばなんですけど、高級ドレスウォッチが欲しいと思った方がいらっしゃったとして、真っ先に思い浮かべるモデルが、このカラートラバということになっている状況かと思いますので、この点から考えても人気が高いというふうに言えるかと思います。では次に気になるのが、なぜ高級ドレスウォッチのナンバーワンになっているのかという理由だと思うんですけども、この理由は私は3つあると考えていますので、この3つの理由をお話ししていきたいと思います。まず1つ目としては、そもそもパテックフィリップ自体が高級時計メーカーのトップメーカーであるからという点が挙げられます。これは非常にわかりやすい話なんですけども、カラートラバが欲しいの前に、まずそもそもパテックフィリップが欲しいという方がまずいらっしゃるということです。そして、パテックフィリップの作品が買いたいときに、スポーティーなノーチラスとかアクアノートが欲しい方もいらっしゃれば、カラートラバというのも選択肢に入ってくるという状況がありますので、そもそもパテックフィリップ人気がこのカラートラバの人気にもつながっているというのが一つ目の理由に挙げられます。そして二つ目の理由は、ドレスウォッチの中では数少ない有名なモデルだからという点が挙げられます。そもそも、ドレスウォッチが欲しいとなった時に、もし皆さんもよろしければ、有名なドレスウォッチを思い浮かべていただきたいんですけども、例えば角型の、タンクとかレベルソというのはあるのかもしれないですけど、丸型、ラウンド型でドレスウォッチでっていう形になってくると、基本的に有名シリーズはあまりないはずなんですね。おそらくカラートラバほど、このぐらい有名なモデルってなかなかないんじゃないかと思います。実際ドレスウォッチでこのように箱押しみたいなのはあんまり時計業界ではなくて、ドレスウォッチは一本一本このムーブメントを積んで、このモデルだからすごいですっていう、どちらかというとシリーズよりも古品にフォーカス売り方をしていますので、シリーズですごいですっていうのがあまりない存在なので、だからこそ、その中でもカラートラバというのは、そこの例外的に珍しく、シリーズとして有名なドレスウォッチということになっているので、その点が人気になってくる理由かと思っています。もしご視聴の方の中で丸型のドレスウォッチで有名なモデルが思い浮かぶようであれば、ぜひコメント欄で教えていただければ嬉しいです。そして3つ目の理由としては、このカラートラバの主役モデルである訓録。この訓録モデルが歴史的な名作だからという点が挙げられます。
ここからはちょっと訓読のお話をさせていただきたいんですけども、超一流メーカーのパテックフィリップが腕時計の開発に乗り出して、その初期の頃に作った会心の作品で、今の腕時計の基本的なお手本のようなデザインベースになっているということがありますので、だからこそこの訓読というのは、歴史的にも非常にすごいモデルになっています。この訓読が、どうすごいかを、もう少しちょっと歴史を交えてお話しすると、誕生したのは1932年。まずそもそも懐中時計から腕時計に変わっていくっていうのは1900年代初頭になります。アールデコの時代と言われていまして、この頃まず最初は女性用から腕時計は普及していくんですけども、デザインの流行りが直線を多用したようなデザインが人気で、大体四角い時計とか、殿型の時計とか、そういったものが人気で、実際にこの頃に登場しているのが、カルティエのタンクだったり、あとはジャガールクルートのレベルストだったり、やはりこの四角い時計っていうのは、当時デザインとしては非常に人気でしたというのがあります。で、その後1930年代に男性用の時計も腕時計にどんどんシフトしていくんですけども、そういった時代背景にパテックフィリップがそれまでセレブリティに対して非常に美しくて気品のある懐中時計を作っていたんですけども、それでも1929年頃からの世界恐慌の影響もありまして、何か変化を加えないといけないっていう時期にいたので、ここでやはりこの起死回生の新しい作として、腕時計で素晴らしい作品を作ろうというふうに動いて、そしてパテックフィリップが全力で作った腕時計というのが、この訓読モデルということになっています。だからこそ、この訓読モデルに関しては、デザインがパテックフィリップならではのデザインになっていて、非常に美しくて気品がある腕時計ということで作ったので、丸型で、最高のデザインバランス、最高のプロポーションを持った時計を作ったと。これがあまりにもすごくて、その後、多くのメーカーがこの訓読のデザインを見て、勉強をして、この訓読のデザインというのが、この後時計業界でスタンダードになっていると。だからこそ時計業界のこのデザインをこの元祖になっている、お手本になっているという点で、この訓読モデルが歴史的にかなりすごいモデルになっているという背景があります。だからこそ今でも訓読モデルがいいっていう方、ファンがたくさんいるっていう状況になっています。はい、ということで、パテックフィリップのカラートラバがドレスウォッチのナンバーワンである、理由として、一つ目はパテックフィリップ自体が高級時計メーカーのトップメーカーである点。そして二つ目としては、カラトラバがドレスウォッチとしては数少ない有名なモデルだからというのが挙げられました。そして三つ目としては、カラトラバには訓読という歴史的な名作があるからという点を挙げさせていただきました。そしてここからは、実際にカラトラバの現物を皆さんと一緒に見ながら、このカラトラバの良さというのをお話していきたいと思います。今回はこちらにサンプルとして訓読のシリーズである5196、そして5296を持ってきていますので、この2つのモデルをサンプルにこのカラトラバの良さというのを見ていきましょう。まずこの見ていただきたいのが、本当に圧倒的、このバランスの良さというのが非常に魅力的な時計だなと思います。特に見ていただきたいのが、今ちょうど、時計が、美しく見えるって言われている時間帯の10時10分頃に、今ちょうど針を置いてるんですけども、この10時10分になったこの姿が非常に美しいというのが分かっていただけるでしょうか。12時位置にあるパテックフィリップ・ジュネーブと書いてあるロゴが非常に美しく見えるようになっていまして、ちょうど1行目が長くて2行目のジュネーブが短いという形になっていますので、この自分針の針の上側の扇形のところのちょうど中央にこの扇形に合わせるかのようにこのロゴが来ますので、非常にこのロゴとロゴの配置も本当に最高かなと思っています。他のモデルと比べてもですね、このパテックフィリップのカラートラバー自体がこの10時10分が非常に美しく見える時計かなと思っています。そしてこの針もですね、立体的なドーフィン針になっていまして、インデックスも立体的なバーインデックス、そしてその周りに、ドットインデックスがありますので、インデックスの立体感みたいなところは、特にこの訓読モデルの多くではこの見た目になりますので、針とインデックスの立体感、そしてその角の出し方というのが非常に最高で、この角をこのシャープに出すと、そのこのシャープさというのが、この立体感プラスシャープさで非常に美しく見えるようになっています。実際この正面から見ても少し角度をつけても文字盤のトーンを抑えることによって特にこの針インデックスの良さというのは際立つようになっています。このプロポーションの非常に整ったケースの中にこの文字盤が収まっているので、特にこの全体を見て綺麗に見えるという風になっています。次、ラグなんですけど、ラグ幅が少し広めに取ってあるという風に言われているんですけど、このラグ幅を少し広めに取ることによって、この時計としての美しさが少し上がっていきます。このラグをこの側面から流れるような曲線で繋ぎますので、非常に美しく見えて、で、しかもこの一体感のあるラグが、この実用面を考えてもかなり頑丈になるので、実用性と美しさ、両面で
で見ても、このラグの作り方は非常に最高かなと思っています。ということで、今回は、パテックフィリップのカラートラバが人気である理由というところで、お話をしてきましたし、実際最後は現物見てもらって、実際にカラートラバの良さというのを見ていただきました。弊社コメ表では、現在のカラートラバだったり、あとは以前のカラートラバというのも入荷することがありますので、このカラートラバについては、今回お話はしましたけども、実際その質感とか、そういった感じるところに関しては、現物を直に見ていただくと非常にわかりやすい時計だと思いますので、ぜひお手に取ってご覧いただけると嬉しいです。今は実は96っていう数字がつくモデルは今、ラインナップがなくなっています。現在のカラートラバというと、現行モデルは、訓読モデル以外で勝負をしている状況になっていまして、現行モデルのカラートラバを見ていくと、今は少しカジュアルより、スポーティー寄りなカラートラバを作ってみたり、クルドパリーでちょっとドレッシーなタイプを作ってみたり、あとはちょっと短めのラグのタイプを作ってみたりとか、カラーリングも少し増やしてみたりとか、今、現行のカラートラバは、これまでのカラートラバとは違ったアプローチ、違ったデザインで、非常に新しい展開をしているなというふうに見えていますので、今のカラートラバもシリーズとしてはかなり面白い展開になっていると思いますので、こういったデザイン的な実験ができるのも、中心的な存在に、やはりこの訓読という、もう理想のプロポーション、理想のバランスのこの最強のモデルが中心にいるからできるんだろうなと思っていまして、これまでの名作の訓読シリーズ、そして今の現行の新たなカラートラバというのも両方面白いと思いますので、次に登場するカラートラバもどんなモデルが登場するかなというふうに考えてみると、かなり興味がありますし、面白い展開になってほしいなと思っていますので、非常に期待しているシリーズになっています。この動画が気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録、そしてコメントをお待ちしております。